どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は僕が今まで買ってよかったものとして紹介してきたものについて、そのままでも満足なんだけども、もっとここがこうなったら大満足になるのになというね、あえて言いたい不満点、改善してほしいところについて話していこうと思います。もしね、皆さんもこれを見ながら、わかるとかね、これ改善されたら買いたかったのになとね、共感していただけたら、ぜひその思いをね、コメント欄に書いてください。僕らの声が届いて改善されたらね、嬉しいですし、やっぱ買いたくなりますよね。以前うちの家電の中でも毎日の利用頻度が一番多いんじゃないかっていうね、このヤマゼンさんの電気ケトル EGLC1280 というのがありまして、これもね、買ってよかったものとかで何度も紹介してきました。これはお湯の温度が1度単位で変えられたり、沸騰も早くて注ぎ口もね細くて水切れもいいので、僕のように毎日コーヒーをハンドドリップする人にとってはね、最高の電気ケトルだったんですよね。ただ唯一問題がありまして、このね蓋が開けにくいという問題がありまして、これね、僕改良したんでちょっと開けやすくなったんですけど、もともとこれね、めちゃめちゃ硬かったんですよ。なので蓋をね無理やり開けるとお湯のしぶきが飛んできて危険だしね、これどうにかならないかなっていうのを動画でね、クレームまがいのことを言ったんですけども、そしたらその動画をヤマゼンさんが見てくださったらしくて、なんと動画の意見を踏まえて蓋を開けやすく改良してくださったんですね。それがね、この EGLC1281 というものなんですけど、こんな感じで蓋めちゃめちゃ開けやすくなりました。最初からこの状態です。もうパッキンみたいな感じに改良してくれたんですよね。しかもね、これ改良してくださったのをわざわざね、ヤマゼンさんの公式ツイッターからね、僕に直々にお知らせいただきまして、動画を見てね、改良してみましたっていう風なお知らせをね、いただきまして、それいただいた時にね、見られてたんだと思ってね、ちょっとね、ドキッとしたんですけども、やっぱりね、言ってみると改良してくださる企業さんもね、あるんだなというのね、ちょっと驚きました。ヤマゼンさんには本当に感謝していますし、このね、一 YouTuber のクレームまがいのね、言葉をね、聞き入れてくれただけでも恐縮で嬉しいのに、改良版を開発して発売してくださったというね、姿勢にはね、賛辞を送らせていただきたいと思いました。で、そんなこともあったので、今日もね、僕が今まで買ってよかったものとして紹介してきて、今でも毎日のように使っているいくつかの商品の改善要望を、これが開発担当者さんに届いて、より使いやすくなったらなとね、思いを馳せながら語っていこうと思います。そういったわけで今日の動画ね、ちょっといつもと違った感じのテーマになります。言うなればこれはね、普段から僕がお世話になっている企業さんに対してのクレームとも捉えられかねないようなね、回になりそうなのですが、そう捉えられてしまってもいいので、改善してほしいところを話していこうと思います。はい、では1つ目、まず僕が物申したいのは Amazon さんです。Amazon Fire TV スティックのリモコンについて言わせてください。Amazon Fire TV スティックはテレビの HDMI 端子に挿して Wi-Fi 接続するだけで、テレビの大画面で YouTube だったり Netflix だったり動画配信サービスが見られる。うちの中でのエンタメ時間を圧倒的に楽しくしてくれているアイテムです。僕はテレビはほとんど見ていないけど Amazon Fire TV スティックを使ってテレビで動画配信サービスなんかはね、めっちゃ見ます。これがない生活は考えられないくらいに毎日使い倒させていただいています。だがリモコンがテーブルで安定しない、これなんですよね。これが Amazon Fire TV スティックのリモコンなんですけど、手に持って操作する分にはね、何の問題もないんですが、これをテーブルに置いた状態で、この状態で操作したい時もね、結構あると思うんですけども、その時にね、ボタンを押そうとしたらこうなっちゃうんですよね。ボタン押せないんですよ、テーブルに置いたままだと。こんな感じでテーブルに置いて操作しようとすると滑ってしまってね、ボタンを押すことができないんですよね。で、これなんでかっていうと、わかると思うんですけど、裏側がね、かまぼこ型なんですよね。こういう風な形になってるんですね。こういう形になってるので、当然平面に置いた時には滑ってしまうというか、傾いてしまうんですね。これ裏側平らにすることできないんですかね。 Amazon Fire TV スティックはね、3世代前くらいからね使ってるんですけど、ずっとこの形なんですよね。これね、どうにか改善してほしいなっていつも思ってるんですけど、今僕が使ってるのは Amazon Fire TV スティック Max を使ってるんですけども、一向にここが改善されないでずっとこの形なんですよね。これね、どうにか改善してほしいです。 Amazon さんね、もし機会があればこのね、リモコンの裏側平らにしてください。多分平らにすること自体はね、技術的にそんなに難しいことじゃないと思うんですけど、テーブルに置いたままね、
寝転がってボタン操作したりとかね、結構そういうシーンあると思うんですよね。だけどそういった時にね、結構滑ってしまって使いにくいと、これがね、僕が唯一この Amazon Fire TV スティックに抱えている不満です。今まさにこの動画を Fire TV スティックを使ってテレビでご覧いただいている方とかもね、いらっしゃるかもしれないんですけど、どうですか、リモコンね、裏側平らになったらね、もっと使いやすくなると思うんですよね。もし賛同いただける方はね、ぜひコメントに書き込んでいただけたら嬉しいです。リモコンだけでもバージョンアップしてくれたらね、ちょっと嬉しいんですよね。はい、でもね、言ってしまうと Amazon Fire TV スティックに関する不満点、今のところそれぐらいなんですよね。なのでね、ぜひこのリモコン改善していただけたら嬉しいです。はい、そういったわけで不満点1つ目は Amazon Fire TV スティックのリモコンでした。はい、こんな感じで不満点語っていきたいと思います。どんどんいきます。続いてもリモコンなんですが、これはね、本当にお世話になっている企業さんなんで、ちょっとね、語るのは怖いんですけど、言いますね。続いて僕が物申したいのは、アンカーさんです。アンカーさん、このネビュラカプセル3レーザーのリモコンについて言わせてください。ネビュラカプセル3レーザーはレビューもさせていただいてますけど、コンパクトなモバイルプロジェクターでありながら、レーザー光源搭載で300アンシルーメンの明るさで、プロジェクターとは思えないぐらい、本当ね、テレビぐらい明るくて、メリハリのある映像体験ができますし、自動台形補正なんかもついているので、セッティングも楽だし、音質もね、めちゃめちゃいいんですよね。本当部屋を映画館のようにして楽しめてしまいますし、僕はね、毎日就寝前にベッドに寝転びながらこちら使ってることが多いんですけども、本当就寝前の時間の QOL が爆上がりしているね、素晴らしいものなので、僕はこちら本当に買ってよかったと思ってるし、皆さんにも心からおすすめしたい。だが暗闇でリモコンが見づらいんです。これがネビュラカプセル3レーザーのリモコンなんですが、こうね、全体的にフラットなデザインで見た目もスタイリッシュですよね。リモコンとしてめちゃめちゃかっこいいんですよ、これ。で、一見何の問題もなさそうなんですが、皆さんプロジェクターを使う時ってどんな時ですか？おそらく電気を消して暗闇の中で使うことが多いと思うんですよね。で、電気を消した時のリモコンがこちらです。こんな感じで暗闇の中だとボタンがね、どこに配置されてるのかわかんないんですよね。指先の感覚を頼りにボタンを押すんですけど、暗闇だとね、ボタンの配置を覚えていたとしても押しにくいですし、このね、方向ボタンに至ってはこういう風にね、かなりシームレスなデザインになってるので、このね、フラットなデザインがあだとなって真ん中を押したつもりが上下左右を押してしまっていたりとか、思い通りの操作ができなくなることもね、しばしばなんですよね。あとこのホームボタンですね。ホームボタンこっちで、セッティングボタンが真ん中なんですね。結構これ逆のパターン多くないですか？それもあってね、ホーム画面開きたいのに暗闇の中でね、設定ボタンを何度も押しちゃって設定画面何回も開いちゃったりとかね、結構あるんですよね。しかもね、これ多分ネビュラカプセル2はね、確か真ん中がホームボタンで右側がね、設定ボタンだったと思うんですけど、ネビュラカプセル3レーザーなんてこれ変わってるんですよね。そういうのもあってね、結構誤動作が多かったりします。こんな感じでほぼ平面のフラットデザインなんでね、結構押し間違えるんですよね。なのでちょっとこのリモコンのデザイン、暗闇でも使いやすくなりませんかね。例えばね、アイコンを蓄光インクっていうんですか、暗闇で光るようなインクにするとか、あとね、方向ボタンのここにしっかり溝を入れたりとかね、これ今シームレスな作りになってしまってるので、はっきりとね、区切りの溝を入れたりとかして、指の感覚で指を合わせただけで今どこのボタンに指を置いてるかが分かるようにしていただいたりね、そういうのをしていただけると嬉しいんですけども、ちょっと今ね、正直使いにくさを感じています。ちなみにね、このネビュラカプセル3のね、リモコンも裏側ね、湾曲してるんですよね。こういう風に。なので、テーブルの上で置いたりするとね、こういう風に傾いちゃって、さっきの Amazon の Fire TV スティックのリモコンと同じような現象になっちゃってるんですけども、なのでね、この背面も平らにできるようだったらね、平らにしていただけるとね、より使いやすくなるんじゃないかなとはね、思っています。まあね、ネビュラのプロジェクターは、ネビュラコネクトというね、アプリで操作することもできるので、これがね、割と快適なので、アプリで操作でもいいんですけども、リモコンの方が軽いですし、やっぱりね、リモコンがついているならリモコンで操作したいという方も多いと思うので、こちらリモコンがね、改善されたら嬉しいなという感じですね。アンカーさんね、いつもお世話になってるので、本当にね、こんなこと言ってしまってごめんなさい。でも、プロジェクター本体が本当にいいものなので、だからこそね、どうかね、このリモコンだけでもちょっと見直していただけたら嬉しいです。はい、ちょっとドキドキはしていますけども、続いて僕が物申したいのは、ハリオさんです。ハリオさん、こちらのコーヒーミル、セラミックスリムについて言わせてください。こ
こちらがハリオのセラミックスリムでコーヒーの豆をひくミルですね。2000円ぐらいで買えちゃうのに、コーヒー豆がめちゃめちゃスムーズに綺麗にひけます。これね、とても使いやすいので、僕はこれね、会社に持って行って毎日ね、2、3杯ぐらい自分でね、これでミルでコーヒー豆をひいて、会社でね、ハンドドリップしてコーヒーをいただいています。セラミックスリムはコンパクトで持ち運びもしやすいし、何よりスムーズに綺麗に粒度の揃った引き目でコーヒー豆をひけるしね、あと毎日使っても疲れない、本当にね、使いやすいコーヒーミルです。だが、粉が底に溜まりやすいんです。このね、ボトルの底の部分が惜しいんですよね。これ実際にちょっとコーヒー豆ひいてみますけど、このね、上の部分を開けて、こうコーヒー豆、これ浅入りのコーヒー豆です。これを入れまして、こんな感じでひいていきます。手動ですけどめちゃめちゃひきやすいです。浅入り豆って結構水分が多いので、ひく時もね、かなり引っかかってひきにくかったりするんですけど、浅入り豆でもこんな感じでね、スムーズにひけます。はい、こんな感じですかね。21g 引いたんですけど、だいたい1分ちょっとぐらいでね、引けました。かなりスピーディーに引くことができます。で、これをね、こういう風に外してコーヒーの粉を出すんですけど、いい香り。はい、こんな感じでね、綺麗な引き目でコーヒー豆引けてるんですが、見ていただきたいのはね、ここの底なんですよ。わかります？この底の周りの部分、ここにね、結構コーヒーの粉残ってますよね。これトントントンってやってもね、結構残ってるんですよ。残ってますよね。周りにくっついてますよね。最初に引く前はこんな粉ついてなかったし、ちゃんとね、僕は綺麗に拭き取った状態で使ってるので、まっさらな状態から使ってるんですけど、もちろん水分が残っていたりとか、あとはなんかこう静電気が発生してるとか、そういう状態でもないんですけど、こんな感じに一回引いただけでね、こんなに粉が溜まっちゃうんですよね。しかもこれ浅入り豆でこんだけ溜まっちゃってるんですよ。深入り豆とかだとちょっとね、豆自体がベタっとしてたりするので、結構ね、そこにこうくっついたりとかってありがちなんですけど、浅入りでもこんなことになるんですね。で、うちね、セラミックスリムもう1台持ってるんですけど、これ会社で使ってるものなんですが、手入れをしないで1週間使った結果がこれです。はい、見えますか？こんな感じでもうべったりついちゃってて、これね、何しても出てこないんですよ。こんな感じです。取れない。こんな感じでどんどん溜まってきますし、後半になるにつれね、この1週間使ったって言いましたけど、4、5日使っていくとね、もうより一層ね、溜まっていく割合が増えるというかね、かなりな量がね、この底に残ってしまいます。コーヒー1杯入れるのはだいたいホットだったら 14g ぐらいの豆を使うんですけども、下手したらね、ここにくっついてるだけでね、1g ぐらい持ってかれちゃうんじゃないかなぐらいに、かなりね、こう吸着してしまいます。これハリオさんどうにかならないかなと思っていて、これ多分ね、形状の問題なんじゃないかなと思ってるんですよね。こう見ていただくと分かるんですけど、ここがね、かなり平らなんですよ。こう完全にね、角がついちゃってるんですよね。これ例えばそこの部分をね、こう湾曲させるというか、下がね、こういう風に湾曲した状態にしたら、もう少しね、こんなに粉くっつかずにね、済むんじゃないかなと思うんですけど、見ていただくと分かると思うんですが、ほんとついてるのこの縁の部分だけなんですよね。こうなってる、この角のところに粉がね、溜まってる状態なんですよね。これがこう湾曲していたらね、溜まりにくいと思うんですよね。ハリオさんね、ここどうにかなりませんかね。これもね、僕いろんな方に何度もおすすめしているので、めちゃめちゃおすすめしたいコーヒーミルではあるんですけど、もうここだけがね、惜しいんですよね。ここさえ改良されればもう100点なんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとね、どうにか改善されたら嬉しいです。ハリオさんよろしくお願いいたします。はい、そういったわけでね、こちらのハリオのコーヒーミルセラミックスリム、こちらもね、改善していただけたら嬉しいです。続いて僕がね、物申したいのは、これもね、ずっと使っているものなので、本当にね、物申すのはね、心苦しいんですけども、こちらです。平安振動工業さん、このドローアラインのトレイについて言わせてください。
こちらのドロワラインは僕のチャンネルでも何度も紹介していますし、ライフスタイル系を扱う YouTuber さんはね、もう全員持ってるんじゃないかなと言ってもね、過言ではないぐらいにね、有名なおしゃれ突っ張り棒だと思ってるんですけども、このテンションロッドという真ん中の支柱にこうトレイとかフックを自由に通して、このテンションロッドを床と天井の間で突っ張らせることで、縦空間をね、有効に使った見せる収納スペースにすることができます。このテンションロッドとかこういったトレイとかもね、こうマットブラックで質感もね、めちゃめちゃ良くて、この真鍮の留め具のね、高級感のあるデザインなんかもかっこいいんですよね。このトレイの高さとか向きも好きな方向にね、変えられるので、そういったね、自由度の高さっていうのもね、嬉しいところですよね。ほんと一家に一本は立てて使いたい素晴らしい収納アイテムです。だが、このトレイの入れ替えがしにくいんです。トレイを自由に入れ替えたり付け足したりできるんですけども、後からこのトレイを1枚追加したいと思った時に、このね、テンションロッドを全部外して一からね、組み立て直さないといけないんですよね。このね、後ろとかドロワラインを酷使しすぎていて、こんな感じで上から下までね、ライトをつけたりファンをつけたり、あとこれね、背面に電源ケーブルを這わせてこう隠してはいるんですけど、背面にね、そういったケーブル類もあったりするので、いろんなね、カスタマイズをしちゃってるんですけど、例えばこのライトとトレイの間にこうね、もう1枚トレイを挟みたいなと思ったら、この付け足したいところから上のパーツを全部外して、それでトレイを追加してまた戻して組み立てるというね、こういう風なね、作業をしなきゃいけないんですよね。これがなかなか大変で、こう1枚ね、トレイを足すっていうレイアウトを変えたくてもね、結構諦めちゃったりしてるんですよね。これが例えばね、この止める部分だけ、この支柱を通す、テンションロッドを通す部分だけ、これがね、例えば開閉できて、後からでもね、これを開けてロッドに通してカチャッと止めて閉めるとかね、そういった機構とかになっていれば、テンションロッドをね、外すことなくね、トレイを後から追加したりもできるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとね、耐久性の問題とかで難しいのかもしれませんが、これがね、できるだけで一気にね、カスタマイズの幅というかね、後付けできる可能性がね、広がるので、ぜひね、こうやって改良してくれたら嬉しいなっていつも思ってます。後から挟む用のトレイというんですかね、そういうのを新しく作っていただけたらめちゃ嬉しいなと思います。このね、通常の最初に通す用のトレイ、これはこれであってもいいと思うんですけど、もし後から追加したいと思ったら、多少ね、価格が高くなっても、あったらね、欲しいのでね、ぜひ作っていただきたいなと思ってます。ドロワライン使ってる方だったらね、そんな気持ちになった方いらっしゃるんじゃないでしょうか。もしいたらね、そちらコメントをぜひお寄せいただけたら嬉しいです。そうね、トレを後から追加する時の不満っていうのが、ね、若干あるといえばあるんですよね。そんな不満をね、言いつつも、うちにはね、ドロワライン2本立てていて、ここのね、背景に映ってるものと、あとベッドサイド、あとね、キャスター付きのドロワラインムーブロッドというのもね、使っていますが、本当ね、ドロワライン使いやすくてめちゃめちゃ気に入ってる家具なので、このね、トレイ問題が改善されたらね、もう泣いて喜びます。平安新土工業さん、テントさんになるのかな、どっちになるんだろう。もしこの思いが届いて改善のね、余地があるようでしたら、ぜひよろしくお願いいたします。はい、そういったわけで今日は僕が今まで買ってよかったものとして紹介してきたものについて、あえて言いたい不満点、改善してほしいところについて話してみました。この動画がメーカーさんに届いて改善されたら嬉しいです。皆さんもね、気になる点があればぜひコメントをお寄せください。あくまでね、これからも快適に使っていくために建設的な意見を集めたいので、感情的にクレームなんかはね、書かないようにお願いいたします。メーカーさんへのね、敬意と尊重の気持ちを持ってぜひコメントをください。はい、今日の動画は以上です。このチャンネルではこういったガジェットのレビューなんかもいろいろお届けしているので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かったと思った方はグッドボタンをよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。